オールドマックスボスです。工場長の熊です。今日はエンジンのオーバーホール、ショベル以前の年式のエンジンは販売車両は全て腰下腰上、あとミッション至るまでですね。一応エンジンミッションに関しては1年の保証をつけるために分解をして数値を測って耐えうるエンジンかどうかっていったところを熊さんがチェックして全て新品みたいな誤解はなさらずに、聞いてもらいたいと思います。はい、じゃあお願いします。いつもこうお客様と商談する中でオーバーホールはこういう流れで、うちはやってますみたいな話をほとんどのお客さんにするわけですけど、その時の流れの順でちょっとこう話をしていってみます。まずはエンジンが各年式いろいろある中で、そのモーターもだいたいこうビッグツインであればエンジンとミッションが別々にある。スポーツスター系であればワンボディで中に部屋がまあ別にあるっていう感じですね。ビッグツインの方で話をします。ビッグツインの場合、腰下いわゆるこのクランクケースを割りますね。割って中からクランクが出てきます。でこのクランクですけど、これで説明した方がいいですね。ベアリングだとかこのコンロッドの中のメタルだとかいろんなこう消耗品があるわけですけど、これをばらして交換していくには当然やっぱりこうばらした後、組んでこの辺がですね、熊さんね、技術的にはまあちょっと高度というかあまりやってるところばっかではないと思うんですけど、芯出しっていう作業をねしながら。そうだよね。まあ芯出しもそうだけど、やっぱりここの一番結構やっぱハーレーここのなんていうの、コンロッド大胆クランクピンのベアリングがやっぱり行くやつは行くんで、ここを見るのにまあね動きだけで判断もできるんだけど、やっぱりばらしてピンと、あれの摩耗具合をちゃんと見て、でまあばらしたらまた組み直さないといけないんで、でまあ芯見て、これが何でしたっけ、変身なんだっけ、よく V でねシャフトだけ乗っけてくるくるってやる簡単な方法もありますよね。でこれは変身なんとか機じゃなかったっけ、名前忘れちゃったな。でちょっとコンロッド回してもらって、マイクロメーターがそこにあって、1メモリ100分の1なんで、これでまあ100分の3以内で動いてて、右左があるんですよね。まあ一般的には100分の5って言われてて、最近はみんな1000分台ってよく言うんだけど1000分台は現実的じゃないですよね。もう一桁って言ったら相当細かいところまでまあズバリハーレーのクランク、この大きさこの振動レベルからするとコンマ3出ればいいですよね。100分のコンマ 3?100 分の3。100分の3。コンマ03のことだよね、100分の3はね。でこれで今ちょっと脇でやってるけど、本当ならやっぱりちょっとでも中心で見たいんで、ベアリング抜いて、の中でね。今はこの脇でやって。向こうさっき見たらコンマ02ぐらい。そうだね。大体これショベルに入ってたんだけど、これエボのクランクなんですよねまたよく言うね、芯とクランクバランスっていうのはまた別の問題で、逆にこれだけ抜いてあると怪しくなるんだけど、多分これは本当に分かってる人がやってるんだろうけど、旧車でこれはなんだっけ、これ4発パンかナックルのクランクなんだけど、これでこんな風に穴やたら開いてたらやっぱりもうちょっとバランスも疑って見た方がいいんだろうけどね。エンジンの仕組みが分かってる方分かってない方いろんな方が見られるとは思うんで、これは今シャフトが横に通ってるのはバイクの車体に対しては横向きに入っていて、でこいつがくるくる回るのはこれがピストンの、例えばこっちが前だったらフロント、フロントのコンロッド、ここにピストンがこうやってそこにつくと。でシリンダーで
このピストンが上がったり下がったり上がったり下がったり、はい、でピストン運動をしている、上下運動に変えてるってことですね、回転を。これが一番下にあるはいものですね、エンジンの位置でいう一番下、この中にあるっていうことで、消耗品のね塊ですので、はい、こういう中の摩耗して減ってしまう、メタルだとかベアリングだとか、いろんな消耗品の何万キロ何十万キロ乗るうちにやっぱりこうガタが出てくるっていうところで、この腰下っていうのはなかなか作業をやりづらいというか、やったらすごくもう深いものになるものですから、大掛かりあまりやらない。でもうちはここからやっていかないと、例えば腰上だけやっても腰下にガタがあれば、ガタが早く出やすいんですよね。腕がコンロットだとすると、下でガタがあると上が上がった時下がった時に必ずこう打つんですよね、カチンと。その要は溝が深くなったりするとオイルが落ちてきたり上がったりして、悪循環でオイルが出れば焼けてカーボンになってスラッジになって、それが付着して隙間が出て圧縮ができずに、なんですか、こうまた油が入ってね、オイルが入ってっていう、悪循環が繰り返される。だから元から直すっていうのがまず基本かなと思いますね。これは結構今まで変えたここのクランクピンで、大体こう一箇所こうピンホールっていうか剥離が起きると、結局そこからもう虫食いか、これが結局そのまんまでも乗れるんだけど、多分最終的には本当にこうなっちゃうと、ガリガリになっちゃう。こうなったらもう完璧にもう音が出てるんだけど、この時点では多分わからないんで。音っていうのはちなみにどんな、なんだろうな、打音っていうか、コツコツっていう、タペット音とも違う。クランクってのぶといなんか嫌な音ですよね。でもエンジンって回しちゃうと結構回っちゃうんで、普通になんとなくこの加速のあたりでなんとなく違和感があればなんかガチャガチャガチャっていうのは上の方の音で、なんか叩く音、カン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 とかカンケンカンカンカンとかっていうやっぱ打撃音っていうのはやっぱ下の音です。あと続いていい？シリンダー。クランクの上のシリンダーですよね。これシリンダーはこの中が距離乗ればピストンのピストンリングとか摩耗して徐々に圧がかからなくなる。その症状をボーリングしてサイズを少し大きめに中をくり抜きます。そうするとこのピストンがくり抜いた分ブカブカになってしまう。そのピストンをワンサイズ上げて新しいピストンに変える、皮を剥いて新しくするみたいな感じですね、理屈的にはね。そうすると下から直してきてだんだんこう上に行くに従ってしっかりした圧縮が出せるようになりました。その次は今度はこの上に乗るヘッドですよね、シリンダーヘッド。このヘッドをそっちですね、この部分ですね、ヘッド。このヘッドっていうのはちょっと開いてるやつないんで、こういうエキゾーストとRね、来ましたね本物が熊さんの方から簡単に言うとバルブが抜けるな。一番はやっぱりバルブでこの密着具合が大事なんだけど、気が違うなここのガイドとアイアンのバルブだね。このガイドに対してこのバルブのガタを一番見て、あとはここの密着具合で、中にはやっぱりバルブ曲がってるやつもあるし、ここがバルブステムがかじってるのもあるんで、そういうのを見極めて修正できるものはするし、外注に出して本当にガイド交換シートカットしてもらうやつは加工してもらう、このバルブの当たり面も大体はやっぱりカーボン噛んだりして虫食うんで、簡易的にこれでカットもできるんだけど、今は本当バルブも昔と違って結構手に入りやすいんで、それで
ここカットしてもやっぱりここが減っとるのもあるんで、まあなるべくなら交換する方向にはしとるんだけど、それだけでまた部品待てない場合はこれで。当たり目を近づいてカットしていくと単純にヤスリになってるっていうことですね。ちょっと切削油をかけながらちょっと削ると、最後はタコ棒で本当の密着はすり合わせですかね。そうするとあれですよね、熊さん、密着が成功するとここへガソリンを、ね、ガソリン入れて、まあ、エアで吹いてテストして、金属と金属の、ね、やっぱ面をピタッとさせる。こんなところにゴムは使えないですよね、まあ、爆発する部屋ですから、そこをやっぱ金属同士でピタッとさせるっていうのがやっぱり一番こう大変なところで、そこが密着がしっかりピタッとされると液体を入れても下に、まあ、例えば一晩経ってもガソリンが下に出ない、減らない、それがまあ一応成功なところですかね。あとはでもまあもちろんクラックとか、まあ、よくあるフィン掛けとか、そういうのもまあ直せる範囲で直して、これでまあ腰下クランクシリンダーピストンヘッド、これでまあ完全なこう圧縮がしっかり出るようになって、火がつけば正確な爆発がやっぱなされて、新車に近い状態にしていくっていうことですよね。これが一応うちの方のエンジンの全バラでやる、オーバーホールの流れですかね。個体ごとにやっぱやる内容は少し変わります。あと続いてミッション。ミッションはこっち持ってきた。まあこうした、まあ、ケースとあと中のギア、まあ、中身ですね。基本ギア掛けとかその辺がなければギアの方はそうだね、まあね掃除して、でもまあやっぱりメインシャフトとかのここねヘリがやっぱり結構オイル漏れにつながるんで、この辺がやっぱ減っちゃうとシールが新しくてもなかなかやっぱオイルが漏れちゃうんですよね。外側から最後はまあシールを打ち込んで、根本的にはやっぱり全バラして、まあ、全部ベアリング類と当たりをチェックして、あとまあミッションはやっぱりこういうスタッドボルトの緩みとかこういうケースの割れとか、そういうとこだよね。なかなか部品点数はまああれでミッションを簡単っていう人もおるんだけど、なかなか奥が深くて結構大変なんだよね。このねミッションもまた年代があって、トップだけ変えればラチェットトップになるものとそうでないものとね種類があって様々。これがラチェットトップですね。こうしてエンジンミッションで熊さんが、チェックした上でこれであれば長い間耐えうるでしょうっていうことで保証をつけて出荷していくっていう形ですね。オールドマックス。これズバリお聞きするんですけど、今お店始まり丸3年、丸3年ちょっと4年目に入った。4年目。今までこうやってオーバーホールして出荷したエンジンミッションで早々にダメになっちゃったみたいなことはダメはないですよね。ダメはないか。アイアンで一箇所ね、あそこのメインのスプロケンの付け根のとこ、あそれミッションは見たんだけど、あそこは見てなくて、あそこが早々にねガタが出たのが1個あったかな。それはまあすぐ入れて、すぐ解決して、終わったって感じで、まあいわゆる失敗っていうのはないですよね。まあヘッドガスケット抜けが何回かやっぱりあって。ちょっと今ガスケットもまあいろいろちょっと材質種類試してはいおるんだけど、別にその抜けたやつが悪かったとも思えないんで、やっぱりまあトルク管理とかちょっとそういうことかなっていう。やっぱり若干あれですかね、最初の締め付けからちょっと走ってなんていうの馴染むというかね、そうなるともう一回ちょっと締め付け、ね、やりたいところなのかもしれない。やっぱ隙間があるとパンと行きやすいからね、やっぱね。まあそれでもガスケットは3台、熊さんの意地で入って次の日にはもう納め行った。
すぐ対応。そうだね。あれはでもあれからもう丸1年以上抜けてないんで。ですのでまあ失敗はありません。はい、じゃあ今日こうやって今説明したようなものは見積もりの中には常にショベル以前であれば入っていてっていうことで、まあ、追加料金何か取ることじゃないのでその辺はオールドマックスの強い売りとしてやってることですよね。そうですね。まあ、ここが安全なことが一番なんていうんですか、僕からするとなんかそれが寿命な感じ、そこがしっかりしてると寿命の長いバイクを買えるようなイメージで買ってるお客様は多いんじゃないのかなっていうふうには想像していますけど、あとはお客様が乗り続けていく上でね、やっぱメンテナンス、まあ、例えばオイル交換とか、まあ、あとはいたわって乗る気持ちそこ大事だよね。すごく荒く乗られちゃうとやっぱりねガタもやっぱ出やすくなるし、あくまで古いバイクだっていうことを感じて、お客様に説明する中で、例えば頑張って上手に乗るとっていう意味で伝えてる話があって、それはさっき言ったそのシリンダー、ピストンゼロからって、ゼロからっていうのはスタンダードの、ピストンからゼロから始めて上手に乗れば、例えばどうですか熊さん、5回6回ぐらいはボーリングで細かくやればできますよね。まあそうだよね。8オーバーぐらいまでは出てるんだけど、実際は大きくなっていくとやっぱりスリーブが薄くなっていくんで、まあピストンは出てるけど終わりは使わないですよね。まあ5回6回6回だとして言えば、下手に乗っちゃうと傷を深くしていわゆる飛び級になっちゃうんですよね。そうすると6回できるものが、例えば3回で終わったりとかっていうのはちょっと話は別として、6回できれば1工程で4万から5万キロ、どうですか。ボーリング1回するにまあ普通に、もちろんそれ以上は乗れるんだけど、減りを考えたらまあそのぐらいは全然。まあ4、5万キロ、5万キロだとしたら5、6、30万キロ、30万キロって、まあ私元車屋ですんで、車で言うならよく一般的にはやっぱり1年1万キロ、10年選手っていうとやっぱり10年はもう乗り換えって言って10万キロで大体1000だったですね昔は。まあ今もっと乗る人は乗りますけど、でもやっぱ車で10年で10万キロって考えると20万キロとか20何万キロっていうのは、まあ多分オートバイで言うならほとんどの人は一生だと思うんですよね。買えば多分ねそこまで乗らずに終えてしまうっていうか、車が足な方の方が多いですもんね、バイクが足っていうよりは。ですね。まあ一生クランクのオーバーホールとか腰下はどうです？何万キロって感じですか？そうかね、問題なければ全然なんだけど、ね、それ 5回6回、ボーリングしてるうちにクランクが必ずしもオーバーホールしないといけないレベルかって言ったらそうでもないですよね。っていうとやっぱりクランク1回やっとけば、まあ半永久的っていうふうに考えたら、まあちょっと安心はできるんじゃないかなと、っていう話を僕はしてます。現にねお客様も台を移して、息子さんに乗らなくなったら渡すっていう人はもう本当大勢いらっしゃいますしね。いいですね。大事にしてるバイクがまた世代を超えるっていうのは、何か熊さんからは最後にありますか？ただ今もこうやって見るとバラストレエンジンが恐ろしくあるんでちょっと今正月ねちょっと片付けてみたんだけどまだ全然片付けきれなくて、ちょっともうちょっと片付けて今年もちょっと数組めるように。まあ名前書いとかんとあれだね。あちこちこのエンジンは誰それ様のっていうそうだよね。コアなお話ではありましたけど、うちの心臓となる話ですかね、ここをしっかり守って出荷しているよっていうことをお伝えしたくて撮ってみました。この動画が良かったと思う方は高評価を、チャンネル登録よろしくお願いします。オールドマックス